先輩、ダル皇帝のたった一つの決断が大帝国を滅ぼしたって言ったら信じますか？これ、話を持ってるわけじゃなくて、割とガチでそうなんすよ。ちょっと聞いてくれますか？当時の西ローマ帝国、もう実質ボロボロやったんすけど、それでもなんとか持ちこたえられとったのはスティリコっていうたった一人の将軍のおかげやったんすよ。このスティリコを当時の皇帝ホノリウスがある決断で自分の手で消してしまうんすよ。スティリコって人、実は父親がゲルマン人の騎兵隊長で、本人も半分ゲルマン人の血を引いとるローマ軍の将軍やったんすよ。それでも実力を認められて、皇帝の親戚とも結婚して、まだ子供やった皇帝ホノリウスの後見人にまでなったんすって。このスティリコが何年もの間ずっとほとんど一人であちこちの国境の危機を抑え込んで帝国をなんとか保っとったんすよ。中でもアラリックっていうコート人の指揮官とは何年も戦ったり交渉したりしながら決定的な大惨事にならんようギリギリのところで抑え込んどったんすって。でも宮廷の中にはこのスティリコをよく思わん人らがおったんすよ。オリンピウスっていう役人が皇帝ホノリウスにこう吹き込んだんすって。スティリコは自分の息子を次の皇帝に据えるつもりですって。ホノリウス、これを真に受けてしまって408年スティリコを反逆罪で捕まえるように命令を出したんすよ。スティリコは教会に逃げ込んで保護を求めたんすけど、結局そこで処刑されてしまうんすよ。しかもこれ、確たる証拠があったわけじゃなくて、ほとんど皇帝の思い込みだけで決まってしまったことやったらしくて。問題はここからなんすよ。スティリコが死んだ直後、イタリアの各地でボートとローマ軍がゲルマン人兵士の妻とか子供を次々に襲って殺すっていう事件が起きたんすよ。これ、スティリコがいなくなったことで宮廷の中にあった反ゲルマン感情が一気に爆発してしまったって言われとって、これに激怒した生き残ったゲルマン人兵士たちが大勢正規のローマ軍を抜けてアラリックの軍に合流したんすって。アラリックの軍はこれで一気に3万人規模まで膨れ上がったらしくて、そしてたった2年後410年、このアラリックがとうとうローマの都そのものを略奪してしまうんすよ。ローマが外部の勢力に占領されるの実に800年ぶりやったんすって。もしホノリウスがあの日あの決断をしてなかったら、西ローマ帝国はもっと長く続いとったかもしれんって言われとるんすよ。これ、個人的にちょっと好きな話なんすけど、このホノリウス、実は鶏を何羽も飼っとって、その中の1羽にローマっていう名前まで付けとったらしいんすよ。で、410年、アラリックがローマを略奪したとき、家来がローマが陥落しましたって報告したら、
ホノリウス、一瞬飼っとった鶏のローマが死んだと思ってめちゃくちゃ動揺したんやって。それがトシのことだと分かったら逆にほっとしたっていう話が残っとって。まあこれ100年くらい後の歴史家が書いた話で、ホノリウスを無能に見せるための作り話っぽいんすけど、本当だとしたらなかなかパンチの効いた工程っすよね。今日の話このくらいにしときますね。眠くなってきましたか？おやすみなさいっす、先輩。また明日ね。